こんばっちぐーテリアモン女子です。7月9日についに任天堂スイッチ2任天堂スイッチ版デジモンストーリータイムストレンジャーが発売されました。いや嬉しい限りですよ。スイッチでもできるということで、では今回もデジモンストーリータイムストレンジャーのあらすじご紹介していきたいと思います。物語の舞台は日本東京。超常現象の調査解決を専門とした秘密組織アダマスのエージェントである主人公は政府によって閉鎖された新宿で未知の生物デジモンと出会い調査を進める中で謎の爆発に巻き込まれてしまう。気がつくと世界は8年前に戻っていたちゅうことで、もう何度も聞いた親の顔より見たあらすじでございますが、同日のアップデートにてなんとフォトモードが実装されました。ということでこんな企画やっていこうと思いますよ。デジモンストーリータイムストレンジャー架空の見出しを作ってみよう。はい、拍手が多いつうこっているね。この2人どうぞ。こんばっちぐデジカです。こんばっちぐ辻門です。よろしくお願いします。はい、そしてもう一方スペシャルな方来てくれています。僕らを見守ってくれるのはこの方です。こんばっちぐデジモンストーリータイムストレンジャープロデューサーの原と申します。本日もよろしくお願いします。ありがとうございます原さん。ここからは私デジカが進行してくれるんだ。あら、はい、なぜかこの役割を拝命いたしまにした。なっていただいてありがとうございます。フォトモードが実装されたということで、ゲームでフィールドを探索中自由に写真が撮れるようになってやったおります。ユーザーさんのコメントを見て、やっぱフォトモードって何らかの形であった方がいいよねっていうのは、だいぶもう前々からそのこそあったので、はい、良きタイミングだったので、この無料アップデートで実装させていただいたというところですね。なるほどな。ユーザーさんの声を反映していただいたってことだね。本当にありがてえですよ。そうですね。今回の僕たちでやるゲームに関してはただ撮影するだけではなくて、撮った写真を使ってニュース速報風、サムネ風、事件風の3つで、作品を作っていきたいと思います。テーマがあるんだね。はい、テーマがあります。最終的には原さん含めて、話し合いでナンバーワンを決めたいと思っているので、話し合いが大事になってきますので。話し合いで決まるんだったら僕は得意だな。そうだな。いいくるめが100ぐらいあるから能力。量が50分ぐらい。じゃあ自信のことはどうですか。今日も勝ちに来てます。なんと、いいね。だって負けに来てますって言われても嫌だもん。いや僕が1位になるところを見といてください。でもこれちょっとあれなんですけど、原さん的には今回そのフォトモードを実装したみたいなところはやっぱこういう遊びもなんか想定されてるというか。全くこんな遊びは想定してなくてですね。じゃあ早速、テリスケに操作をしてもらっていきたいと思います。フォトモードとは何ですか。はい、フォトモードもう本当に簡単でして、L1 ボタンを押していただければ、押します。時間がじゃあそれは R1 ボタンじゃないですか。間違えました。そうですね。はい。僕 L と R よく間違える。テリスケ降りちゃった。2周プレイしていただいて聞いているんですけど、はい。はい、こっち。そうです。はい、時間がこのように停止します。で、四角ボタンで UI を消すことができますね。四角ボタンを押しました。はい。消しました。右スティック、左スティック使いながら好きなアングルで写真が、あと R2 ボタンを押していただくとズームもできます。ズームできる。はい。はい、こんな感じでもできるようになってます。これスイッチだとそれぞれ ZR、ZL で対応している。そうですね。そうですね。今ごめんなさいPS5 版の説明をしておりました。はい。すごい。あんまり近すぎると車体がいなくなっちゃうけど、一緒になっちゃうんですけれども、はい。僕と辻門はもう事前に準備をしてありますので、ずるい。夜なべをして。もう準備しちゃうの。テリスケはフォトモードを実際に触っていただきながら、見出しをつける写真も撮りつつこうプレイしてみてください。僕は結構時間に制約があるけど、君たちはずいぶん時間があったんじゃないのかい。僕ら朝日が昇るまでたっぷり楽しみました。そうだろうよ。いいな。じゃあ頑張って探していきたいと思いますよ。なんて言ったってどこ行ってもいいって言われてるからね今ね。はい、ほぼ制限なしです。そうほぼ最後の方はダメだけどっていう話だったね。行ってくるデジタルワールドに。なんかセントラルタウンはいっぱいデジモンがいるからフォトやりやすいよね。確かに。で事件風とサムネイル風とニュースの見出し風。
事件とニュースって似てるよね。まあそうですね。こういう写真撮ってみたいってのはありますか？テリスケは。そんなん可愛いデジモンがいっぱいわちゃわちゃしてるところじゃないかい？絶対ここですね。じゃあセントラルタウンに限らずとも他のマップ行ってみてもいいかもしれない、確かにいいかもしれない。ちょっと保険でこれを撮っておく。保険でそれでは実際写真撮るときは各ハードの機能を使って最終的には写真を撮影いただきます。カメラ、ここがね事件なんだよね。あまさにあとはそう三角ボタンで、プレイヤーの非表示もできます。はい。かっこよくないですか？あこの感覚えいいね。いい感じ。これなんか知らなかった。ちょっとメルクリも見に行こああ、確かに。これ本当ゲーム熟知してないとこの勝負きついですそうよね。そうなんですそうなんです。だったかも。う。一致して寄って上にやって奥を消してこれを消してちょっと右側に寄せそうですね。はい、たいですね。思いました。いやこうあえて真ん中にしてね。そうそうそうちょっと確かに。含みを出した方がかっこいい。ちょっとこの二人もいいかな。ちょっとこの二人もいいかな。この2人はそうですね、サブクエストをクリアしていないからこそこの2人がここに立ってるあ、そうなの。確かに。状あ、況。祈りこの邪魔やん。写真何？祈りが邪魔やん。逆にあの距離で祈り見たことなかった。いのりちゃんも撮れるってことで、いのりファンにとっては嬉しいよね。これで髪の毛ファサーの瞬間撮りたいですね。ああありましたね。あのモーションですあのね。モーションで。確かに。ああ、確かに。これ撮っとこう。あ、でももうちょっなんで？でも道路のキラキラは残したままで衣を取ろうとしている。あ、とな。ちょっと分かっちゃったかこういうこともしれないです。かな。もうあ、待って。あでもな R と L を間違えちゃった。僕やっぱり R と L がわからなくて。L。ちょっと分かってしまったかもしれないですね。これそういは。うこと後ろ向きで取ろうとしてそういうことか。でまあでもまあいいかな。集まった気がするな。もうあ、集まった。すごい。お、できた。フォトモードも堪能したということで見出し作りに見出し作りに。よと思います。一つ目のテーマニュース速報風を、作っていきたいと思います。はい、ニュース速報だもんね。これにしようかな。本当に？ニュースといってもいろんなニュースがあるからさ、はい、身内向けニュースっつう子って身内向けニュース。わわわどういうこわわとだ。お兄ちゃん大丈夫ですかこれ。初めて家に彼女を連れてくる。でん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 っていうかもうあんたの勝ちでいいよ。もう無理だよもう。めっちゃおもろいもんこれ。あーいきなりかましてきましたねこれ。すごいな。ねワーガルルモンさんのこの顔を見たらピンって思いついちゃう。ガルルモンのワーって顔。ワーガルルモン。ワーガルルモンだったかもしれないね。台本がないですって言ってる子、もうこれも何よりの証明なんですよ。そうですこの番組ってもう。そうです。我々は今めちゃくちゃ楽しいんですけどめちゃくちゃ困っています。どう進めばいいんだろう。じゃあこれは後にプロのデザイナーさんの手によって本当のニュース速報風にこれを元にしていただきます。はい。これなんかある頃にこのワーガルルモンさんの顔を入れ込んだっていいよね。フリー素材としてちょっと。フリー素材として。僕と
はいジモンのはいそういえばそんな回でしたそうやね、みんなの見るからね。俺も恥ずかしいもう出さなくていいのではと思ってはいます。やばい、順番間違えましたよ。これ間違えましたねやばい。違いましたねじゃあ次、い僕の方かぜらこちらです。テリスケがプルトモンに直撃。かわいい。おおかわいい。おー、はい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 なんかはい。一人煽ってないどんな気持ち落ち込んだどんな気持よ。ちどんな気持ち。あでもすごいなるほど。そうストーリー進行上プルートモンは結構重要な役割になってくるので、そのタイミングでテリスケが話を聞いてきました。3人のテリアモン女子が話を聞いてきましたっていう。かごいわああ、なるほど。確かにちゃんと物語ができてますね。これすごい落ち込むなよって。落ち込むなね、こう一部始終知ってるとなるほどって確かに確かに別のベクトルからこう攻めていきましたね。これは。確かにじゃあ次ははい辻本の私もこちらです。大スクープコクアモンパーク劣悪な労働環境の闇労働の現状に迫ります。い。おお。皆さんコクアモンパークをご存知ですかそこはその物語中ね、まあ多くは語らないですけど活躍するとあるコクアモンの栄光を称えるみたいなところなんですけどよくよく下を見るとなんか働かされてるデジモンたちがたくさんいて誰も触れないんですよ。知らなかったですこれ。あ本当ですかあらさんが知らないの。これそうか。ポイントが高い。闇、コクアモンパークの闇を。コクアモンパークの闇突撃してるので大スクープしてるのでこれよくよく下見るとこういろんなギミックでこう機械を動かすみたいなところがあるんですけど、それをおそらく動かしてるのはこのデジモンたちで多分働かされていてここは闇だ。闇だ。そうなんです。で結構な量いるんですよ。この写真に写ってるのは多分3体3、4体だと思うんですけど床の下に大量にこうデジモンがバーって散らばっててなんか闇だなって思いながら。すごいよくご覧になってますね。ありがとうございます。でもこファクトリアルエリア自体が結構こうきらびやかなはい瞬間があんはいま多くもこれも言えないんですけどあるんですけどきらびやかなところの床の下にいるデジモンっていう構図もなんか来るものあってちょっと記者になったことないですけど記者魂がこういうもんなんだろうなって思ってまた違う視点からはいちょっと見え方が変わっちゃうかもしれないけどぜひちょっと行ってみてください。ここはもうパンいや素晴らしいです。はい。それでは次の、テーマに行きたいと思います。はい2つ目のテーマはサムネ風です。ほう。これどうします？これちょっと順番変えます？じゃあ変える最初に僕我と々そうですね最初に見てもらって我々最後にテリスケのを作るのを見ますか。僕らが先発表する多分テレスケ僕らの聞かずにこう書いてくるいろんなね聞くよ。聞いてやんよ。聞いてないよ。じゃあ僕のサムネ風はこちらです。銀河覇王。お。ほう。出た。これ好きなやつこれ何確かにこれグレイスどこですかこれ？後ろガーディアンパレスです。ああ、はいはい。ガーディアンパレスの入り口近くまで来てめっちゃ入り口が光り輝いてるのであれを五光にしてグレイスのバボンを取りました。すごいいいですね一番こう映えるかっこよく映るところを探した結果、まあここになったという感じですね。この場所を決めるのにどれぐらい時間かけたんですか？でもこれ。きらびやかなところがいいなと思って光がだったら確かに。ガーディアンパレスだなと思って入る直前でもうここだってなったんで、いやすごいそんなに時間かからないですね。どどっちかっていうと意味のわからない4文字熟語を考える方に時間がかかりました。はい次は辻もお願いします。では私こちらです。聖なるデジモンなってみたガーディアンパレスかぶりまさか。ガーディアンパレス人気やね。はいキロコのモニカでやっぱこういろんなところに出てきますし、普通いないだろうっていう場所にまあ全部とは言わないですけど大体いるんですよね。でこれガーディアンパレスわーって回ってた時にあれなんでいるのって思って構図的にこれ後ろにこうずらーっとゴッドドラモンとかはいクラビスエンジンモンとかスラッシュエンジンモンとか並んでる、はい、あのところ直線のところなんですけど、なんでいるんだろうどういう気持ちでいるんだろうって考えた時に、まずこの言葉が出てきて最初に「聖なるデジモンになってみた」あ、ヒロコがね。はい、ヒロコが。でこれよーく見ると結構ピースしてるんですよね。はい。だったよね。なんか並んでピースすんなよっていうところも含めて結構シュールだったんで
YouTube のサムネイルっぽいかなって思って、どういうことって言ってそのままこうクリックしたくなるような。そうですそうですそうですなるほど。はい、ありがとうございます。それでは最後テリスケの、テリスケは本当はメルクリモンさんは使いたかったんですけど、はい、やっぱこっちの従者の方をピックアップさせていただいて、一般人が見たいとクリックしたいと思うのが、良いサムネだと思いません？やっぱり矢印なんだよね。やっぱり矢印なんだよね。3日で痩せる。逆です。ほら。逆です。すごい。3日で痩せる。いや押すもん。すごい。押すもん。こんなん。3日でみたいな。3日でこのウエストになるんだよ。これで出たらこの発想なんだよ。本当だよ。絶対クリックするでしょ。デジカさんその発想ありました？なかった。ないんですよね。僕もないんですよ。やばいよ。天才だな。これ本当今日この場で即興でやってるのがすごいですよね。天才だな。すごいことだ。天才だな。もう耐えられないので3つ目の3つ目いきましょう。3つ目のテーマにいきましょう。もう同じ順番にしましょう。そうですね。はい、じゃあそんなにいっぱいは出ないけど。はい、3つ目のテーマは事件風です。僕の作品からいきます。はい、こちらです。カナンの挑戦シリーズ3弾、巨大肉3つ成功なるか。美味しそう。はい。まあこんな巨大肉3つ食べるカナンはまあ事件かなっていう感じで、こんな形だったら面白いかな。確かに。これからプレイする方はあれなんですけど、僕結構ね普段はデジモンいっぱいいるガヤガヤした場所なので。釈迦場。なるほど。こういう瞬間もあるんですね。時代が違えば同じ背景でも状況が違うっていう。ちなみにカナン挑戦シリーズ1弾と2弾は何やってたんですか？そうですよね。今3弾。これは気になるでしょ。それはやっぱクリックしてからの関連動画からチェック。関連動画で。カナンって誰？逃げましたね。はい。はい。こちらです。食い逃げ予備班新宿劇場広場に出現。可愛い。これ新宿の劇場広場で撮ってるんですけど、これちょっとね全部のお店って言い切れるかちょっとあんま自信なくて本当 100% 見れてるかわからないんですけど、僕が調べた範囲だとデジモンだけで飲食店入ってるのこのガジモンだけなんですよ。支払いどうすんのっていうところ。そりゃ払いますって。人間のお金を本当に持ってるんかい？払うは持ってるんだ。持ってるって。持ってないんですよガジモンは。大体のガジモン。持ってるよ。ガジモンにあいつ対するは悪いやつじゃねえぞ。予備班なだけで事件にされてしまうっていうのはかわいそうですけど。まあ確かにそうかもしれない。はい。それでは最後テリスケの見出しを。はい。僕はもうこれもうバレちゃってると思うけど、これなんだよな。これなんだよな。こういうことだよね。こういうことでしょ。もうこういうダメから知ってたんだよ俺たちは。投影 NG から。俺たちは知ってたんだよこうなることを。いやそうですね。だけにしとく。ってする。でしとく。デジモンでしかできない表現ですよこれはもう。デジモンだもんね。デジモンですからもう29年続いてますからね。これなんか逃げてんのもいいですね。路地裏なのもいいでしょ。路地裏なのもいい。こっそり感がいい。室外機の横なのもいい。それでは3人の見出しが出揃ったということで、今回3つのテーマがあったと思うので、じゃあそれぞれのテーマはみたいなことをね、やっていきたかったんですけど、ちょっともういやもうはいちょっとなんかはい
それでは本日の見出し、記事トップオブセンス王に輝いたのはテリアモン助手さんです。やっ一択。たそりゃそうだろうよ。一番好きなのはどれですか？一番好きなサムネ。一番好きなものはい、一番好きな。一番最初が一番インパクト強かったですね。僕もうも彼女のやつはい、彼女のやつが一番でしたね。いやもうあまりにも期待を裏切ってきたのでちょっとね、もう期待をしてたんだ。すごかったですね。意味のわからない覇王銀河とかも別に良かったですよ。別によかったよね。吹き飛んでしまったん吹ですけどき飛んだ？ちょっともっとやりたくなったでしょ？テリスケのセンスを見習いながら僕はもともとそうやりたいですわけ。この番組のこのスタンスにとらわれずね、そうだね。皆様それぞれの楽しみ方があるかと思いますので、はい、ぜひ自分なりの楽しみ方で遊んでいただければと思います。お願いします。ここでお知らせです。現在日本ゲーム大賞2026年間作品部門の投票を受付中です。デジモンストーリータイムストレンジャーもエントリーしております。締め切りが7月17日までなので、まだしていないという方はぜひご投票の方よろしくお願いします。投票方法は日本ゲーム大賞2026の公式ホームページまたはタイムストレンジャーの公式 X をご確認ください。この作品をプレイした時のワクワクや感動を思い返しながらぜひ投票してくださいね。ちなみに去年タイストはこのゲーム大賞のフューチャー部門を受賞しているんですよ。素晴らしい。あの時みたいに今回の年間作品部門もみんなの力で勝ち取ろう。一人一人の投票大事だからね、よろしくお願いします。エンディングがあっという間にやってきてしまいました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメント欄でおすすめスポットや撮影してみたい場所などぜひ教えてくださいね。そしてX かっこ旧 Twitter でもハッシュタグハローテリラボをつけて感想やツッコミ、実際にフォトモードで撮影した写真で作った見出しなどなど何でもポストしてみてね。